フォトグラファーののりです。スマホで料理をうまく撮るコツを伝授したいと思います。今日のテーマは光。シュッ。じゃあね、早速日本人の主食のご飯を使って説明するな。イエーイ。はーい。影がわかりやすいように背景を描いてみました。白っぽいのに変えたで。じゃあね、今からレクチャーしていくな。多分、普段から光の向きを意識して生活してる人ってほとんどいいひんと思うねん。ちょうどスタジオに自然光が入ってるから、自然光を使って光の位置を説明するな。まず、光を読むってなんぞやねんってことなんやけど、それってポイントとしては、どっちに影が落ちてるかっていうのを見ることやねん。例えばやけど、今わかるかな？ちょっと引いてみるね。ドゥドゥドーン。影が、ここに一番濃い影が落ちてて、こっちにもうっすらと影が落ちてるのがわかる？っていうことは、光が2時とか、そっちの方向から来てるっていうことがわかると思うねん。はい。じゃあ、そこまでわかったら、まず、今やったら、逆光とか反逆光あたりの位置から光が来てるっていうのがわかったと思う。じゃあ、次ポイント2ね。お料理の撮影っていうのは、逆光とか反逆光で撮ることが多いね。っていうのは、なんでかって言ったら、ここな、手前に影が落ちてることによって、立体感が出てるんってわかる？ご飯の粒とかがしっかり映ってるのがわかるかな？だから、こんな感じで逆光とか反逆光で撮ると立体感が出るね。じゃあね、今からいろんなパターンの光で撮影しようと思います。でも、一番ダメな光は順光やね。順光はノンノンよ。反逆光。で、これは右からのサイド光。で、次が順光。次は左からのサイド光。次は逆光。はい。写真の違いってわかった？こんな感じで光の位置によってイメージが変わってくるねん。皆さんもいい感じに撮れる好きな光の位置を研究してみてくださいね。でな、一番やってほしくない光の位置なんやけど、順光やねんか。で、それって順光って自分の後ろから光が当たるっていうのね。それはのっぺり見えるから実はやめてほしいねん。うちのスタジオとか窓が大きいお家の人とかはね、全体的に光が回るから順光でも綺麗じゃんとかって思うかもしれへんねんけど、できれば順光以外の光で
撮ることを意識してもらった方がいいかな。そっちの方がな、お料理が立体的に見えるし、美味しそうに撮れると思う。で、今見比べてもらって気づいた人がいるかもしれへんねんけど、逆光とか半逆光にしたら手前が暗くなってるやん。なんそれって思った人がいるかもやけど、まさしくその通り。それに気づいた人天才。陰影があるから立体ができて美味しそうに映るんだけど、高さのあるものとかやったらさ、手前にすっごい影が落ちるねん。で、今日の場合っていうのは実は外が曇ってるから、そんなに強い光が入ってきてへんねんな。だからそれほど陰影もきつくないから、本当にそんなに影が落ちるのって思うかもしれへんけど、やっぱり、いい天気の日とかかな、外の太陽の光がきつい日とかはめっちゃ影が落ちます。もし影が強くて手前が暗くなった場合のアイテムあるから、ちょっと持ってくるね。ちょっと待ってて。白レフちゃん登場。でもこんなレフなんて普段持ってないわって人がほとんどやろうから、例えば A4 の紙。そんなもん持ち歩いてへんわってツッコミ入りそうやんな。まあな、白いものなら何でもいいねん。白色でこうやって起こしてあげる。近づけるっていうことなんやけど、白をこう近づけていくとわかるかな？少し影が薄くなったんわかるかな？これね、レフがない状態。これがレフがある状態。これの距離で好きな影の濃さを調節したらいいねん。けど、影があるから立体感が出てるっていうのも忘れんといてな。じゃあね、レフを使って撮ってみようと思います。今ね、半逆光ですね。さっきと同じくらいの角度で撮りたいから、ピンと撮って、今こんな感じ。で、何にもなし、レフがなしは、これね。次は、ちょっとレフを近づけた状態。これで撮ってみます。これね、レフあり。これレフなし。全然違いますよね。こんな感じで影が気になったらレフで影を起こしてあげるっていうことをするとすごく美味しそうに映ります。どうだったでしょうかね。自然光って色とか明るさがコロコロ変わるからすごい難しい部分もあるねんけど、スマホがいい感じに修正してくれるから安心して。自然光を味方につけたらむっちゃ美味しそうな写真が撮れるからいろいろ試してみてな。それじゃあ皆さんもしずるジャパンと共に撮影を楽しんでください。それじゃあね、See you!